通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、ホワイトハウスからの話題になります。現在ですね、アメリカのイラン攻撃を受けまして、このホワイトハウス、その SNS を使いまして、MAGA を強調、その攻撃を称賛する動画というのを次々にアップしているんですね。そしてこの中の多くがですね、映画やゲームを使ったミームのような動画となっておりまして、これが大変に物議を醸しています。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、何ですかこのピカチュウ。背後霊がいますね。ちょっと若干怖かったりもしますが、現在ですね、アメリカのイラン攻撃を受けまして、ホワイトハウスの SNS、大暴走しています。もうその投稿頻度たるや、すごいことになっておりまして、自身のね、攻撃というのを正当化する、称賛する、そういった動画というのを次々に上げているんですね。そんな中ね、まず大変物議を醸しましたのがこちらになりました。ホワイトハウス、トランプの攻撃を宣伝するために、ボンカーズの新戦略を使用。ということで早速ですが、こちらですね、ボンカーズとあります。こちらが本日のキーワードになります。bonkers。馬鹿げた、または愚かなこと。ということでこちらね、ボンカーズというのは、馬鹿げたという意味になります。こちらはね、スラングとなっていまして、ニュアンスとしてはね、クレイジーに近いですね。ちょっと常識外のことでどうかしている。こういったニュアンスになります。でね、こちらになりますが、ボンク。これ音似てるでしょ。これがね、コツンと叩く。こういった意味になるんですが、これがね、由来なんじゃないかと言われますね。つまり頭を叩かれておかしくなる。こういったニュアンスですね。で、気をつけていただきたいのはね、ここ語尾に S がつきますが、これ複数形ではありません。こういったスラングだとね、語尾に S がつきがちなんですが、これをね、ボンカー、スまで含めて一つの単語になりますので、覚えておいてください。ということでこちらは、ホワイトハウス、トランプの攻撃を宣伝するために、常識外れの新戦略を使用。ホワイトハウスはトランプ政権によるイランへの攻撃を受け、奇妙なビデオゲーム風の動画でこれを祝った。水曜日にホワイトハウスの公式 X アカウントに投稿されたその動画は、2023年のビデオゲーム、Call of Duty Modern Warfare 3の映像で始まり、その後、トランプが土曜日にイランへの攻撃を開始して以来行われている実際の攻撃映像へと切り替わる。ということでまず今回ね、騒ぎになりましたのがこちらですね。ホワイトハウス公式 X アカウントですね。ここでですね、人気ゲーム、Call of Duty のクリップを使った、こういったね、動画というのを投稿するんですね。でね、このチャンネルね、ご覧になってる皆さんだったらもうお分かりかと思いますが、このトランプ政権はですね、この SNS を使って、様々なミームと言っていいんですかね、もうネットにね、もうかなりわかりやすく迎合するような、例えば映画やゲームを使ったクリップ、こういったのをですね、これまでも何度も投稿してるんですね。で、以前もね、大変物議を醸しましたのが、国土安全保障省のね、ポケモンの動画なんですが、移民をね、ポケモンのように見立てて、これを捕まえてポケモンゲットだぜとやっていくと、こういうものだったんですが、つまり今回のこの動画も、その枠の中にあるということですね。このゲームの映像を使って、イランへの攻撃というのを称賛したため、お前は戦争をゲーム感覚でやっているのかと、こういった批判が噴出していると。で、この手のですね、これまでのホワイトハウスの投稿というのは、リプ欄を見るとね、この投稿に対してさらにね、ミームで答えるというような投稿が並んだりもするんですが、これ引用を見ますとですね、ガラッと雰囲気変わるんですね。本当にお前らはどうかしてるよ。アメリカ人は戦争をコールオブデューティーのように扱っているのか。一体誰がこのアカウントを運営しているんだ。この方ね、マジかよって言ってますね。で、この方ですね、今回ね、この動画で使われている曲があるんですが、これね、私のものだと言っています。これは7年前に私が作った曲を使っています。許可も取っていません。みんなが聴けるようにリプランに曲を投稿しました。この状況で自分に何ができるのか、法的なアドバイスをもらえたら助かります。ということで実際にね、本当にこの曲貼ってますね。この曲は自分の曲であると。水を差すようで申し訳ないが、戦争はビデオゲームではない。戦争の結果というのは取り返しのつかないものだ。こんなにも軽率に扱われるのは残念で仕方がない。ということで、このね、引用欄というのはリプランとね、打って変わりまして、もう批判一色と、こういった状況になってしまってますね。そして今回のこの件というのはこれだけでは終わりませんでした。こちらですね、同じくホワイトハウス、MAGAとありますね。これはね、先ほどの投稿の同日です。これすごいでしょ。同じ日なんですよ。3月5日ですね。これ皆さんわかりますか？ポケモンのね、新作です。ポコはポケモン。これ海外ではポケモンポコピアと言いますが、このロゴを使ってね、メイクアメリカグレートアゲイン。つまりMAGAですね。これを宣伝していると。もうこれすごいでしょ。もうここまで迎合するのかというくらい。現ね、トランプ政権のホワイトハウスというのはずっとこんなことやってるんですね。でね、元のロゴはこれです。なんかこのゲームね、めちゃくちゃ評判いいらしいですね。ポコはポケモンと。で、このリップ欄ではですね、これに対して同じようにね、これをミームで返すというようなことになってるんですが、これね、エプスタインファイルを全て公開しろというような形で、これをね、さらに改変してここに貼るというような形になっています。そしてこちらね、引用欄では任天堂をタグ付けしまして、彼らは任天堂の公式パートナーなんですが、消費者としてこれでは任天堂の製品を買う気が薄れます。
説明をお願いしますと。で、この方もそうですね、任天堂仕事しろと、これ訴えろと言ってますね。で、このね、引用欄も大荒れとなっているんですが、これに関してはね、ポケモンカンパニー反応しました。この投稿を受けて、ポケモン30周年を祝っているポケモンカンパニーインターナショナルが反応を示した。当社ブランドに関連する画像を含む最近の投稿については認識しています。と、同社の広報担当、スラバンティ・デブ氏は声明で述べた。当社はその制作や配信には関与しておらず、IP の使用許可も与えていません。私たちの使命は世界を一つにすることであり、いかなる政治的見解や主張とも結びつくものではありません。と、このようにね、公式が反応したというわけなんですね。で、これにつきましてはね、もうまさにここでも触れられておりますが、ドクタがね、先ほど話をしたのがまさにこれで、これね、国土安全保障省。以前もね、このポケモンを勝手に使われまして、今回が初めてではなかったということですね。ただね、これに関してはまた別の議論というのもありまして、ここね、バンディング・イット・コミックスさん指摘していますが、ホワイトハウスがポコピアの素材を使用したとして批判されている。ポケモンカンパニーは使用許可を与えていない。いかなる政治的見解とも関係していないと述べている。しかし、2020年には彼らはそう考えてはいなかったようだ。ということでね、ここでは何を言っているかと言いますと、このポケモンカンパニーインターナショナルというのは、大変お目覚めになっていると言われておりまして、これ日本のポケモンカンパニーじゃないですよ。任天堂でもありません。ワシントンにあるポケモンカンパニーインターナショナルですね。このように言われていて、今回ね、これはこれで別の議論というのもあるんですね。それがね、まさにこちらになりますが、ポケモンカンパニーインターナショナルでは、友情、包括性、そして公平性を信じています。これらはポケモンブランドを支える価値観です。私たちは人種差別や暴力の影響を受け続けている黒人の社員、ファン、そして家族と連帯します。私たちは NAACP、これはアメリカの公民権団体です。に10万ドル、そしてブラックライブスマターに10万ドルを寄付する予定です。あなたたちへの私たちの約束はこれからも続き、支援も続いていきます。というような形で、あなたたちはね、いかなる政治的見解とも一切関係がないと言うけども、6年前は違うよねと、このダブルスタンダードを指摘されてしまっているわけですね。そして、この騒動ね、これだけでは終わりませんでした。その翌日、3月6日ですね。今度はですね、こちらね、また同じくホワイトハウスですよ。ここにね、映画のクリップを使用した、このイラン攻撃というのを称賛する動画というのをアップします。でね、これに関しては本当著名人も多く、この方ね、政治コメンテーターですね。そしてこれはね、恥ずべきことだと。ジョン・ファブローがいます。小さな女の子たち、アメリカ人、他にも命を危険にさらしている人たちがいる。中東全域で何百万人もの人々が恐怖に怯えている。これはビデオゲームじゃない。ミームでもない。リベラルを煽るための新たな機会でもない。これはクソみたいな戦争だ。この方ね、ヨーロッパ系のジャーナリストの方ですね。ここ最近見たものの中でも、これは間違いなく最も不快なものの一つだ。イランのひどい政権をどう思うにせよ。ホワイトハウスが爆撃を安っぽいビデオゲームのように扱っているのは、胸が締め付けられるほど衝撃的だ。アメリカよ、あなたの国は地獄へと向かっている。これに関してはね、バラエティ誌が報じておりますが、この中で使われております、トロピックサンダーの主演ですね。これね、脚本監督もやっておりますが、ベン・スティラーっているでしょう。この方はね、かなり左派の俳優として知られておりますので、当然ね、これに関しては不快感というのを表明しています。ここね、ベン・スティラー X に投稿しておりまして、トロピックサンダーのクリップを削除してください。私たちは許可を出していませんし、あなたたちのプロパガンダの一部になるつもりもありません。戦争は映画ではありませんと。なんですが、このベン・スティラーね、少なくともこういう話題になりますと、X ではね、あまり好かれていませんので、ここね、お前が言うなという形のリプがずらっと並んでいると。こういった状態になっています。で、これに関しましてはですね、日本の方もね、不快感を示しておりまして、こちらね、元直球ですね、戦争反対というアカウントの方ですが、高橋和樹に謝れ。集英社は何してるの？子供に向けて作品を書き、子供を助けようとして亡くなった作家の絵を小学校爆撃して150人してる戦争屋が使ってんの何？ということで、クリップの中にね、終盤になりますが、ここにね、見えてますが、遊戯王のクリップも使われているんですね。このことを言っています。で、このね、作者の高橋和樹さんなんですが、2022年にね、沖縄でアメリカ人の女の子を含む家族がいたんですが、これをね、救おうとして亡くなってしまっているんですね。海でね、沖合に流されているのを見て、飛び込んだようなんですが、この少女はね、後にアメリカの軍人に救助されておりまして、両親は自力で岸までたどり着いたんですが、救助に入った高橋さんだけ波に飲み込まれて亡くなってしまいました。にもかかわらず遊戯王をね、こういった形で使うのは何事かと、こういうことを言ってるわけですね。集英社も任天堂も災難。ホワイトハウス公式がこんなものを投稿する未来が来るとは思わなかったよ。
これまでも散々やってるんですけどね、これで知ったという日本の方多いのかもしれません。ベン・スティラーも許可取られた覚えないって言ってるから、集英社にも取ってないだろうね。こんなのに使われて、高橋先生天国で腹渡煮えくり返ってるよ。許せない。しかも高橋さんは日本人を救ったわけではなく、アメリカ人の女の子が溺れているところを救おうとしたっていうのが何とも言えないわ。マジで集英社は早くホワイトハウスに対し声明を発表して許されない行為だと言いなよ。日本の漫画が戦争賛美に使われていることがすごく悔しい。集英社も抗議してよ。ひどい。アカウント見たらホワイトハウスと。というようなことでね、今回の件については様々な方向から批判されているこのホワイトハウスですが、こちらね見ていただくとわかりますが、これだけじゃありません。先ほど紹介したのね、ほんの一部なんですね。これアメフトです。タッチダウンと言ってますね。タッチダウンするたびに爆撃されると。そしてね、こちら野球です。ホームランを打つたびに爆撃されると。こちらは GTA ですね。これも使われています。皆さんこれ全部1日2日での出来事ですからね。そしてね、これも割と極めつけなんですが、ここね、スポンジボーもいますね。これがね、もっと見たいって言ってるんですよ。もっと見たいドーン。もっと見たいドーンと。このような投稿をですね、ものすごい高頻度で現在のホワイトハウスは繰り返しているというような状況になっています。はい、ということで本日はですね、現在、ホワイトハウスの SNS がイラン攻撃を受けまして、日々ゲームやアニメ、そしてスポーツなどを使い、この爆撃を称賛しているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか？これ系の動画というのはですね、これまでね、割とポツポツ出すというような感じでしたが、ここ1日2日ですね、ちょっとね、ホワイトハウス、ボンクルスな状態になってるなと感じてしまいますよね。大体ね、こういった話題っていうのは、トランプがね、こういうことをやると、右が大盛り上がりし、左がこれを批判する。そしてネット上でバチバチとやり合う。というのが恒例なんですが、今回に関してはですね、マガの人たちも、ちょっとね、手放しで喜べないというか、そんな雰囲気が漂っておりまして、やりすぎ感はある。日本人的に言いますとね、日本の IP というのがこういうのに使われていくというところで関わりがね、あるのかもしれませんが、アメリカ人にとってみたらこれね、税金使ってやってるわけでしょ。これね、先ほどの映画を使ったクリップになりますが、全体通してね、エフェクトがかかっておりまして、ここね、ちょっと見にくいかもしれませんが、これ全部かかってるんですね。で、途中のね、この部分になるんですが、これね、ちょっと編集技術の話になるんですが、その直後に来るカットの音、これが先に入っている編集技術のことを J カットというんですね。これ逆になりますと、つまり前のカットの音が次のカットまで残る。これね、L カットと言います。これね、映画でも対応されるんですが、これをすることで、全体のね、カットの流れというのが自然になるんですね。でね、これもしっかり使われてるんですよ、この中で。ちょっとね、ここ見てみましょうか。わかりました。今ね、画面が切り替わる前に、次に来るカットの音が先に聞こえたでしょ。これをね、J カットと言います。で、これね、すぐ後も続くんですが、ここですね。わかりました。今ね、ジョン・ウィックの声が、画面が切り替わるよりも先に聞こえてきたでしょ。これです。そしてこの後ですね、このね、クリストファー・リーブ、スーパーマンの声が、次のカットまで続くんで、よく見といてくださいね。はい。これをね、L カットと言います。つまり、このね、ほんと短い一瞬だけを撮ってみても、JJL と連続するんですね。で、基本的にね、こういった編集というのは、まず素人の方やりません。本当にプロの仕事なんですよ、これ。で、全体にかかっているね、色味の調整なんかを見ても、まず間違いないでしょうね。つまりこれは、割とね、しっかり SNS の動画部門というのがあって、税金で賄われているということになりますよね。で、ちょっとね、最後に話変わってしまうんですが、ちょうどこれね、今現在リアルタイムで起こっています。ここ見ていただくとわかりますが、任天堂ホーム部が X のトレンドになってるんですね。でそれがね、こちらオートマと日本語版で報じられておりまして、任天堂アメリカ政府を提訴、トランプ関税をめぐって、ということで、今回ですね、この米国法人の任天堂オブアメリカが、トランプ政権が実施した大規模関税を違法としまして、この還付を求めているということになったようです。なのでね、トランプ政権は現状映画やゲームを利用して自身の功績というのを称賛しているんですが、実際はね、この任天堂に提訴されているというのがなんとも皮肉な状況ですよね。おそらくね、これを収録している本日も、このホワイトハウス、様々な動画というのを投稿していくんじゃないかなと思います。ぜひね、皆さんのご意見も聞かせてください。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。